ボンジュール。今日はサンジェルマン・デ・プレ界隈で長年愛されてきたショコラティエ、そして新しくお目見えしたお店。後半では私のお気に入りのコーヒー専門店もご紹介します。どうぞゆっくりとお楽しみください。三寒四温のパリ。花は咲き出しましたが、人々の装いはまだ冬という日が続いています。サンジェルマン大通りからサンペール通りに入ると間もなく、目指すショコラティエが見えてきます。ドゥボブ・エ・ギャレ。私が初めてパリを訪れた時、お土産のショコラを買ったのがこのお店でした。今パリにはたくさんの高級ショコラティエがありますが、当時からあるものはあまり多くなくて、パリに暮らし始めた頃の私にとって大切な方への贈り物、あるいは自分へのご褒美といえばこちらのチョコレートでした。マリー・アントワネットの肖像がありますが、その理由は後ほど。中に入りましょう。これぞ王道という感じの格式を感じさせるショコラティエでしょう。フランス王家の紋章である百合のマークがあるのも偶然ではないんです。今日は特別に現在のメゾンのプレジデントであるドミティユさんに迎えていただきました。Et je suis présidente de la maison de chocolat de Beauvais-Galais. De Beauvais-Galais est la plus ancienne chocolaterie de France, puisque Sulpice de Beauve était le pharmacien de Marie-Antoinette qui, n'aimant pas le goût de ses médicaments, lui a demandé de trouver un moyen de les avaler. Il a ainsi enrobé ses médicaments de chocolat et inventé le chocolat à croquer. À l'époque, on buvait le chocolat à la courbe et il a inventé le chocolat rigide. Et comme ça l'a ressemblé à des pièces, la reine les appelait pistoles. これがマリー・アントワネットのピストル。ピストルというと私は拳銃を思い浮かべるんですが、フランス語でピストルには金貨という意味もあるんですね。チョコレートの表面にある模様はマリー・アントワネットのジュエリーコレクションからインスパイアされたものだそうです。箱もまるで宝石箱のよう。Qu'est-ce que c'est? Alors ce sont les croques-amandes de Napoléon. Napoléon. Sulpice de Beauve. ナポレオンの注文に応じてカラメルコーティングしたアーモンドをチョコレートで包んだもの。アーモンドなどをチョコレートで包むっていうのはそれまでにはなかったことなんですって。La maison existe depuis 224 ans puisqu'elle a été créée en 1800 et le magasin existe depuis 1819. Ici même depuis 1819. Ce magasin est classé, il est historique. Il a été décoré par les décorateurs Percier et Fontaine, qui ont été les décorateurs de la Malmaison, qui ont dessiné les façades de la rue de Rivoli, ainsi que l'arche du Carrousel du Louvre, par exemple. これらの家具は1819年当時からあるものなんだそうです。200年以上も大事に修復をしながら使われてきているようです。シュルピス・ド・ボーブの甥のジャン・バティスト・オーギュスト・ガレもメゾンに加わって、彼は南アメリカに渡ってカカオの産地の地図を作ったんですって。産地別のチョコレートというのもその当時から発表しているんだそうです。ミニサイズの3枚セット、
可愛らしいですよね、これ。今年のイースターのためのチョコレート、卵の形の他に鐘の形がありますが、これは今年再開が予定されているパリのノートルダム大聖堂の鐘をモデルにしたものなんだそうです。中にはこのチョコレートが入っているそうです。創業以来のスローガン、有益でおいしい。まさにチョコレートの効能を言い当てていますね。こちらでは量り売りもしてくれます。これはマストでしょう。シャルル10世の戴冠の時に作られたというチョコレート。そしてこれはココシャネルへのオマージュを形にしたチョコレート。金色のモチーフはそうボタンなんです。もちろんナポレオンのクロカモンドも入れてもらいましょう。家でゆっくり味わいましょうね。パリで私の大好きな場所の一つ、フルスタンベール広場。花屋さんのお店先、花市場から仕入れしたばかりのお花がありました。春を感じさせてくれますね。最近私はこのすぐ近くでとっても素敵なお店を発見してしまいました。レショデ通りという小さな通り、車が通らないような狭い道ですが、なかなか風情があります。そう、お店はここです。ランデブ・デ・デザイナーという名前。中に入りましょう。バッグ、食器、アクセサリー、いろいろなものがあります。ここにあるのはすべてメイドインフランス。ランデブーデデザイナーというのはそもそもフリーで活動しているクリエイターさんたちのアソシエーションで、そのアソシエーションがこのお店を開きました。メンバーの作品を直に買える場所ということなんです。私はこちらのシリーズに特に惹かれました。なんだか物語を感じさせるような世界観じゃないですか。こちらの女性はユンイ・キムさん。このスカーフは彼女がデザインしたものです。Donc c'est tissé, imprimé et fini à la main entièrement en France. Donc c'est soit rouloté à la main comme ceci ou frangé à la main comme ceci. この彼女こそアソシエーションを立ち上げた女性で、ルイ・ヴィトン、マーク・ジェイコブス、ソニア・リキエルといった有名メゾンで25年間ほどキャリアを重ね独立して、モン生地というご自分のブランドを立ち上げました。彼女が身につけているこのフリンジ仕上げのスカーフ、なかなか素敵だと思いません？フランスでものづくりをしている人たちが集まったアソシエーション。ユンイさんは韓国人女性、そして
このバッグを作っているナミさんはボルドー在住の日本人女性なんだそうです。これらのバッグは縫っていないんです。秒で留めて形になっている。まるで革の折り紙みたいじゃないですか。こちらもボルドーのクリエイターによる作品だそうです。C'est le céramiste qui vient de Limoges. Il est né là-bas, il vit là-bas, il travaille là-bas. Il est inspiré par la nature. Et ça donne, ça fait joli son aussi. そしてこれらはベルサイユ在住のクリエイターさんによるものだそうです。ジュインさんが今日はお店番でしたが、月曜日には日本人女性のみゆきさんがいればよと教えてくれました。というわけで私は月曜日にお店を再び訪れました。こんにちは。小清水みゆきと申します。みゆきさんはこれらのジュエリーを作っていらっしゃいます。彼女が扱っている真珠は彼女と同じく日本の九州で産出されているアコヤ真珠。しかも完璧に丸いものよりもこういうふうに個性的な形に惹かれるのとみゆきさん。お店番をしながらも時間を無駄にしないためにとここで作業ができる準備もしてきています。まさにデザイナーと会える場所という感じです。個性的な形の真珠をあえて内側にセッティングしているというのもみゆきさんならではの美意識。彼女の明るいオーラに触れて私はエネルギーをいただいたような気がしました。ある土曜日の朝、近所を歩いていたらこんなものに出くわしました。これフランスの法律の本がモデルになっているんじゃないかしら。私はコーヒー豆を切らしていたのでいつもの店に買いに来ました。ブリュルリー・ドゥ・バレンヌ。開店早々ですけれどすでに結構お客さんがいました。このお店は7年前からあるそうです。創業者の一人フィリップさん。彼は今生姜のコンフィを袋詰めしています。この店ではいつもコーヒーを一杯振る舞ってくれます。ニカラグアマラドジパ。ニカラグアマラドジパ。マラドジタ。私の発音めっちゃくちゃですね。とにかく味わったことのないコーヒーをテイスティングさせていただけるということだけは分かりました。豆は種類によってだいぶ大きさが違うんですね。そもそもコーヒー豆ってこんな状態なんですね。初めて見ました。この豆を焙煎師のローランさんがこれから焙煎するそうです。
この時は194度に温度設定してだいたい14分くらい。この加減というのが焙煎士の方によって違うんでしょうね。Allez, au bout de 4 minutes, il va devenir jaune. Et après, en général, on a des cafés plutôt équilibrés. Beaucoup. On a les deux, on a des corsés et des légers, hein, mais en général, on va essayer de chercher l'équilibre en bouche, quoi. 店内にはコーヒーのお供に良さそうなお菓子、しかもフランスの地方やヨーロッパから取り寄せた美味しそうなお菓子がたくさんあります。そうこうしている間に豆の色が黄色くなってきました。Ça, quand c'est jaune comme ça, c'est que c'est le point jaune. Ouais. C'est le début de la caramélisation des sucres et des acides aminés. 糖分とかアミノ酸がカラメル状になり始める最初の段階なんですって。また少しするとすっかり茶色になりました。耳を澄ますとパチパチと豆がはぜる音が聞こえます。その音を注意深く聞いて豆を機械から取り出しました。見ていたらこれをいただきたくなってしまいますよね。一袋分けていただきます。フィリップさんとローランさん、お二人ともいい笑顔でしょう。地元の常連さんが多いのも納得です。いつも私はこのタイプの豆を買うんですが、今日はこちらもです。ペルー産のコーヒーなんですね。私はこのコーヒーミルを愛用しています。これを使うとどんなコーヒー豆でも美味しくなるのよという友達の言葉にすっかり影響されて日本から買って持ってきました。フォーレックスという日本のメーカーのもの。アウトドアでも使えるようなミニサイズです。私のコーヒーの入れ方はかなり適当です。特にコーヒーに詳しいわけでもものすごくこだわりがあるわけでもないんですけれど、やはりこうして入れたコーヒーは美味しいなぁとすっかり自己満足の世界です。日々のささやかな贅沢ですね。そして今日はとっておきの贅沢もあります。これです。さすがは王室御用達という感じのショッピングバッグ。200年以上の伝統も感じられますよね。まずはこちら、マリー・アントワネットのピストル。本当に宝石箱みたいな立派な箱で、このリボンもマリー・アントワネットのドレスを思わせるようです。
一つ一つが宝物みたいにきれいに並んでいます。なんだか食べるのがもったいない感じ。実はまだあります。今日私はずっとしてみたかった贅沢をしようと思います。この紙袋もなかなかいい感じでしょう。中に入っているのは特大のショコラ。子供の頃、大好物をお腹いっぱい食べてみたいと思ったりしませんでしたか？私はこちらのお店に入るたびにこの特大のショコラが気になっていました。普通のサイズのショコラと並べるとわかりますよね、その大きさが。まずはマダガスカルの胡椒の入ったプラリネのチョコレート、そしてココシャネルへのオマージュを形にしたチョコレート、これをコーヒーと一緒にいただきます。そしてこちら、手では割れないくらいしっかりしていますので、ナイフの力を借りて割ってみました。プラリネがたっぷり入っていました。左のはガナッシュ。これを丸かじり。夢が一つ叶いました。最後までご覧くださいましてありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか？この動画が気に入っていただけたら、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。皆様からのコメントもとっても励みになっています。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。